こんにちは、シュマチャンネルです。今回の動画は、羊毛フェルト、猫の制作の改訂版、パート6です。前回の動画をまだご覧になっていない方は、ぜひ、パート1からご覧ください。今回は、顔と頭の植毛です。耳の周辺から植毛していきます。折りたたみ直線刺しで色味を変えながらグラデーションを考えて差し付けていきます。お腹の時とは違い、より部分的な差し付けとなりますので、毛の流れを考えて作業をしましょう。差し付けのコツは、極細のニードルで土台の表面を浅く差し付けることです。深く刺してしまうと土台の形が崩れたり、刺し跡が残ってしまいます。2本針を使用すると浅刺しがうまくいきます。動画で使用しているニードルは極細のニードルをグルーガンで接着して作りました。市販の2本ニードルより間隔が近いので作業がしやすいです。耳の毛を長く残し、おでこに近づくにつれ短くカットします。一気に植毛してから全体をカットするよりもより繊細な表現ができ、何よりもしも切りすぎてしまってもリカバリーが楽になります。そしてもう一つのコツは、差し付けた毛は何度でも抜いてやり直せると覚えておくことです。やり直せると分かっていればリラックスして作業できます。差し付けてみて色味がイメージと違うならその箇所だけをやり直しても大丈夫です。顔と同時に頭の植毛も進めていきます。耳の接続部分は耳パーツと同化させながら植毛していきます。顔の植毛が瞳の位置まで進んだら縁の部分に入れ込みます。アイラインが白い猫ならアイラインの幅を残して折り返し植毛しましょう。土台が植毛により引っ張られ、瞳が大きくなってしまうことがあります。これは目差しを使って調整することができます。鼻のボリュームや口元も同様に土台に目差しを差し込み、慎重に力を加えて微調整しましょう。後頭部は下から上に向かって差し付けていきます。ボリュームが足りないと感じたため、途中からスピード針に持ち替え、一点刺しに切り替えています。全体の植毛が終わったら、ハサミで余分な毛をカットしましょう。今回は、植毛した上から、極細ニードルで毛流れを作るように差し付けました。植毛では、そのままの、ふわふわとした、毛並みを表現することもできますが、このように、さらに上から差し付けて、毛流れを強く表現することもできます。お好みに応じて作り比べてみても面白いと思います。体も同様に植毛の上から差し付けました。植毛作業が終わったら髭をつけていきます。今回は化学繊維のハケブラシを使用しました。目差しで開けた穴に2本ずつ接着しています。続いて瞳部分を接着します。ボンドでしっかりと接着するため左右のバランスを慎重に整えます。個人的なことですが、画量転生という言葉に習い、いつも顔の最後の締めとして瞳を接着しています。体と頭の接続はワイヤーにボンドをつけて行いました。今回は全体バランスを考え、特に首は作らずに制作しています。これで全工程の作業が終了しました。最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。次回は、これまでの動画の総集編と、完成した猫のお披露目をさせていただきます。ご視聴、ありがとうございました。この動画が少しでも気に入っていただけましたら、高評価をお願いいたします。